16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。気象病って何？梅雨に起こりやすいこの体調不良ということでお話をしていきたいと思います。気象病という言葉聞いたことありますか？はい、なんとなく聞いたことあります。はい、気象病ですから当然気象の変化に伴ってなんとなくこの体調不良が起こるということを予想するかと思うんですが、最近ですね、私の外来にも本当にこの病気を疑う患者様がたくさんいらっしゃるんですよ。もちろん以前からあったことなんですが、昔はこの、梅雨時期、季節の変わり目になんとなく体調が優れないとか気分が優れないということをおっしゃる方が多かったんですが、だんだんこれが科学的に解明されまして、いろんな病気の病態というものが分かってきたようです。こちらの愛知医大の疼痛緩和外科痛みセンターの佐藤淳先生の論文などを拝見して読んでみると、そのことについて科学的な根拠がいろいろ分かってきたことが分かります。この気象病についてじっくりと考えてみたいと思います。気象病というからには気象のどんな要素が体に変化を与えると思いますか？はい、気象なんで温度や湿度、気圧ですかね。その通りですね。温度、湿度、気圧、これらの変化が動物である人間に対してさまざまな体調に変化を及ぼすわけです。佐藤淳先生が研究した2015年の研究なんですけれども、成人2600人に対して調査を行ったところ、なんと 39.3 約 40% ぐらいの方が慢性的な痛みを感じていたそうです。この慢性的な痛みを感じている方々に対してさらに詳しく伺ってみると、なんと 48.6% 約半数の方が悪天候によって症状が悪化するとおっしゃってるんですよ。いかに気温、気圧、そして湿度、これらの気象の要素によって悪天候が体に変化を及ぼすか、それを感じている人がこんなにたくさんいるのかということで私は驚きました。気象病と聞いてどんな症状が出るっていうふうに予想できますか？はい、僕自身もそうなんですけど、やはり何といっても頭痛ですね。頭痛がひどい。はい、頭が痛くなります。頭が痛くなっちあとゃう。はやっぱり肩こりとか、あと腰痛もしたりしますね。あ、そうですね。頭痛、肩こり、腰痛と聞くと、私の専門とする整形外科領域の症状が大変多いなという印象があります。実際に当院の患者さんでもそのような症状を訴える方が多いので、確かにこれ気象と関係があるところだと思うんですが、実はそれだけではなくて、ともするとちょっと離れた病気、喘息とか心の病気、不安、うつなどもこの気圧気温によって変化するんですよ。はい、なので体の運動器と言われる関節や筋肉、骨などのみでなく、心やまたは呼吸器や内科領域の症状までこの気象によって変化するというふうに考えられると思うんです。すごく幅が広い話ですよね。ではこの気象病なんですけれども、単に体のさまざまな症状が、出るというだけではなく、この気圧、気温、湿度変化する時期になるとまた体調が悪くなるんじゃないかなとか、また症状が出るんじゃないかと不安になるっていうことがありまして、まずは自分の病気がどんな状態なのか、本当に気象病なのかどうかも踏まえてしっかりと自分自身自覚することが大事です。そのためには佐藤先生たちが作られたこの気象病のチェック項目、これをしっかりチェックしてご自分が本当に気象病の可能性があるのかについてまずは知っておくことをお勧めしたいと思います。では実際やってみましょうか。はい、じゃあこちらご覧ください。
ではこちら佐藤先生たちが作られたこのチェック項目9項目ありますので、一つずつ質問しますから該当すればチェックしてくださいね。1番、天気の変化を敏感に察知する。どうですか？あります。もうすぐ雨が降りそう、気圧が変化しそうということがなんとなく予知的にわかる。どうですか？それはないですかね。はい。天気の変化により気分が浮き沈みしやすい。気分の変化どうですか？これはちょっとあります。はい。過去に骨折した怪我したそういったところの古傷が痛む。どうでしょう？これはないです。ないですね。雨が降る前に関節節々が痛い。これはあります。はい。雨が降る前に眠いなとかちょっとめまいを感じる。どうでしょうか？これもあります。湿度が高いと胃腸の症状が出る。これはないですね。はい。春や秋、梅雨などの季節の変わり目になると体調を崩しやすい。学校や仕事場を休みやすい。どうでしょうか？これもあります。結構この仕事にまで影響してしまうということになると切実な問題になりますよね。はい。暑い季節に屋外に出ると体調が悪くなったり、また寒い季節にはとても末梢の冷えがつらい。どうでしょうか？これもありますね。はい。よく手足が寒い、冷たいって言ってますもんね。いろいろな項目チェックがつきました。1、2、3、4、5、6個もありますよ。9質問中なんと6問、過半数以上にチェックがつきました。気象病の可能性があるという自覚を持ってこれから対応していくのがよろしいかと思います。私たち山田しおり枕研究所では整形外科医である私が、外来で多く体験するこの気象病についてシリーズで YouTube をご案内しています。今日はこの気象病を自分でチェックして自覚するということをお話ししましたが、他には対策をお話ししたり細かい病気の説明病態についても動画がたくさんありますので、ぜひ皆さんご参考になさってください。お願いいたします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。